こんにちは、ロムです。今回は忘れ去られた神殿の考察をしていきたいと思います。この神殿が建てられた目的やスカオとの関連、そして息吹の勇者についても詳しく考えていきたいと思います。まずはじめに忘れ去られた神殿についてマスターワークスにはこのように説明があります。太古の昔、幾度となく蘇り世界に厄災をもたらしたガノンとの戦いを起点としたハイレル王家にまつわる歴史や歴代の勇者たちの記録を後世に残す目的で建てられた建造物でしたと書かれています。今となっては人々から放棄され忘れられた場所ということで忘れ去られた神殿と呼ばれているんですね。まずはこの神殿の構造をよく観察していきたいと思います。今では入り口となっているこのアーチの通路は検討校の説明では本来は2階部分にあたるバルコニー的な場所だったとされています。1階部分はというとおそらく水害による土砂で埋め尽くされているのでしょう。ククジャ谷という地名からもともとは水が流れていたものと推測します。ククジャ谷は大地が裂けるように割れていることからおそらく巨大地震など地殻変動によって大地に亀裂が入り谷になったと考えています。そもそもハイレルの大地自体が隣の大陸から切り離されたような地形をしていますよね。ククジャ谷もまた大きな地殻変動によって大地が割れて形成されたものだと推測します。そしてこの神殿は谷を利用して作られたと説明がありますので、つまりはククジャ谷が割れて神殿が顔を出したわけではなく、もともとこの谷に埋もれたような形で神殿が建てられたのだと考えられます。神殿の内部には無数の朽ちたガーディアンがいますが、これらのガーディアンは厄災でハイレル城から侵攻してきたものではなく、はるか昔にこの施設を守る目的で配備されたものだそうです。これだけのガーディアンがいたということは、当時はそれなりに重要な施設であったと想像できますね。そしてこの天井の上には実はもうワンフロア、最上階があるんですね。何階建てだったのかは不明ですが、外から最上階の入り口を見てみますと完全に土砂で塞がれているんです。なぜ埋まっているのか不思議ですよね。内部は大して土砂がないのに、この天井を見る限りこの上は土砂で埋まっているものと思われます。神殿上部の崖から土砂崩れが起きて一部天井が崩壊し、そこから土砂が流れ込んだのでしょうか。果たして最上階には何があったんでしょうね。神殿の外壁や装飾部分にはスカイウォードソードの建築衣装が多く見られたりと、何かとスカイロフトを想起させる場所ですよね。マスターワークスにはスカイウォードソードの建築衣装を取り入れたデザインとなっていますと説明があることから、スカイロフトそのものではなくその時代のものを再現して作られたものだと推測できます。スカイウォードソードといえば大きな女神像がありましたよね。忘れ去られた神殿の女神像と大きさや手の上の装飾、表情や周囲の作りまで重なる部分が多い気がしませんか？忘れ去られた神殿に置かれた女神像は最古の女神像とされており、もしかしたらこれはスカオの女神像なのではないかと嬉しい妄想が膨らみますよね。ちなみに余談を挟みますと、女神像はハイレルの世界では最も古いものとされています。そして女神像のある場所の周りに建築物が建てられていったという設定だそうです。ですのでどの女神像を見ても色や質感がひときわ古いですよね。そうしたところにも時代や文化の違いが表現されているんです。そして忘れ去られた神殿の女神像が最古の女神像だということは、これがハイレル王国に現存する最も古いものだということにもなりますよね。この神殿は開発当初は王家の谷と呼ばれていたそうです。
王家の谷とはご存知でしょうか。不思議の帽子という作品では、王家の谷という地名が登場するんです。ハイラル城の西側、迷いの森を抜けた先には、代々ハイラル王家が眠る墓場があるんですね。忘れ去られた神殿が王家の谷と呼ばれていたことから、ここは王家のお墓となる予定だったのかもしれません。いや、ここは本来王家の歴史を残すための場所だったことや、この世界に王族のお墓が見当たらないことから、もしかしたらかつては本当に王家の墓地だったのかもしれませんね。120個の祠をクリアすれば、女神像の前で息吹の勇者服というのがもらえます。息吹の勇者って誰のことだと思いますか？祠をすべてクリアした同志からの褒美は、始まりの大地でもなく、ハイラル城でもなく、ストーリーとは何の関係もない忘れ去られた神殿に安置されていました。ここは歴代勇者の記録を残す施設でもありましたよね。私は勝手に息吹の勇者服は1万年前の勇者が着ていたものだと思っているんです。もちろん息吹の勇者とは今後ブレワイリンクの代名詞になることと思いますが、1万年前の勇者は初代息吹の勇者だったのではないかと思っているんです。理由については本題とそれますので割愛しますが、ブログの方でがっつり書いていますので、もし興味があれば概要欄から読んでみてくださいね。今では廃れた辺境の神殿となっていますが、1万年前の勇者が厄災に勝利した功績を残すべく、この地に息吹の勇者服が安置されていたのではないかと思うのです。妄想になりますが、当初ここが王家の谷と呼ばれていたこと、息吹の勇者服がここにあったこと、そして尋常じゃない数のガーディアン、1万年前の勇者はここに眠っているんじゃないかと思うんです。先ほどこの神殿の最上階には土砂が埋もれていましたが、もう一箇所土砂に埋もれている場所があるんです。神殿の最深部に佇む女神像の真後ろ、ここのアーチは入り口と全く同じ高さ、同じ幅、同じ見た目となっています。つまり女神像の向こう側に出口がある可能性が極めて高いのです。そしてこの女神像に違和感を抱いている方も多いかと思いますが、明らかに神殿の壁より奥に埋め込んだ形で置かれていますよね。この先の何かを守っているのか、それとも神殿内へ流れるその土砂をせき止めているのかはわかりませんが、当初からここに置いてあったというよりかは、何か理由があって後からここに置いたようにも思えます。女神ハイリアはここで何かを守り続けているんじゃないかと思うんです。不思議なことに、女神像の後ろの土砂に塞がれた場所に立つと、本来ならタバンタ辺境と表示されるはずが、ここではハイラル大森林と表示されるんです。これは開発的な問題と捉えるべきかもしれませんが、もしこの奥がどこかへ続いているのだとするのなら、うたた寝しておったようじゃの。ハイラル大森林、デクの貴様とマスターソードに続く場所で1万年前の勇者は眠っているのかもしれません。リンクは1万年前の勇者の魂を持つと言われており、血のつながりのある子孫であった可能性も噂されています。そのためか、息吹の勇者服はリンクにとってなぜだかとてもしっくりくるんだそうです。人々から忘れ去られたこの辺境で静かに佇む最古の女神像は、ここで息吹の勇者と共にリンクが訪れるのをずっと待っていたのかもしれませんね。ということで、これまでの話をまとめますと、忘れ去られた神殿とは、
ハイレル王家や歴代の勇者たちの記録を後世に残す目的で建設された神殿であり、内部は遥か昔よりガーディアンによって守られている。スカワと共通する衣装が見られるが、これらはその時代を再現して作られたものである。当初は王家の谷と呼ばれており、かつての王族の墓場であった可能性も考えられる。息吹の勇者服がここにあったことから、息吹の勇者服とは1万年前の勇者が着用していたものだったのではないか。女神像が後から置かれたように見えることや、最深部はなぜかハイレル大森林と表示されることから、女神像はこの奥に眠る何かを守っているのかもしれません。と、このような結論に至りました。忘れ去られた神殿について考察というよりは思いふけってしまいましたが、今後もブログの記事をこのように動画にしていけたらいいなと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録とご評価をいただけると嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。